ストーリーの中にただ図鑑的なものの違和感を感じてもらえるような。喧嘩とかもされたりする。水玉はみんなのものなんて大好きです。ラスボスです。ラスボスですね。今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。じゃあ今回もやっていきたいと思います。 TBS TV ということで、今回は花虫6さんですね。嬉しいですね、コラボ。いやー嬉しいですね、花虫さん。今回は花虫さんの作家さんのともこさんとダナさんに登場していただきまして、いろいろ話を聞いていきたいと思います。ご夫婦での出演ということですね。花虫さんといえば角ゼミソフビ化計画ですとか角活ですとか、そもそも角ゼミって何っていうようなこういろいろワードが出てくると思いますので、そういった部分もさらに深掘りして話を聞いていけたらと思います。こちらの刺身ちゃんでトイズキング限定のコラボカラーを作っていただいたということで、この動画の最後にお伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。社長、角ゼミちょっと知ってるんですか？でも僕はちょっとだけ前回の動画でやらせていただいたんで知ってるんですけど、さらに深掘っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今回ご紹介するのはシンプルでありながら美しい曲線、あっけらかんとした表情、謎の生き物。この子は一体何者？実在する昆虫角ゼミのソフビ、刺身。花虫ックはソフビ、粘土、羊毛を素材にして昆虫や水生生物の立体作品を作っているブランド。花虫ックのともこさんは粘土の作品で個展を開いたこともあるすごい人。独特のゆるさで展開するポップでおしゃれなソフビを深掘りしていきます。今回はですね、作家花虫ックさんのともこさんとダナさんに出演していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もともと私が石粉粘土でこういう作品を作ってたんですけれども、はい、どうにか量産できないかなっていうのをちょっと話していて、3D 化をその方でしてくれて、木工旋盤ってこうぐるぐる回しながら削れる旋盤機が 3D でできるところが工房があって、はい、そこに通い始めたのがきっかけで、これがその時の木工の作品なんですけど、これが初めての量産版刺身。なるほどなるほど。かんざし角ゼミっていうことなんですけども、いつ頃からご興味を持たれてたんですか？角ゼミの図鑑を買ったのがきっかけで、もともとは昆虫はもうずっと夫が子供の頃から角ゼミは形的には興味があったんですけど、基本的に昆虫全般が好きでした。私はもともと海の生物だったりとか、ウニウニの殻の形が好きで、いつも拾ってきたりとか買ってきたりとかして、家にこう標本的にいろいろ集めてて、夫婦ともに生き物が大好きなんですけど、そこから私は死骸。そうなんですね。角カツっていうふうにおっしゃってたんですけども、角カツっていうのは実際どんな感じなんですかね？前回トイズキングさんの方で、動画作ってくださった時に、角ゼミを知らなくて、これが知るきっかけになったっていう、角ゼミを知ってもらう活動だとその時に初めて思って。なるほどなるほど。擬態じゃないですか、やっぱり。生息しているところの木とか植物に似せたり、あとは狙われないように違う昆虫のふりをしていたりとか。小さくてアリとかと同じで、それだけ重力がかからないんで自由な形になるんじゃないですかね。重たくないから。それがもっとでかい動物だったり、象ぐらいでかかったら全然ああいう形にはなれないじゃないですか。確かにちょっと枝が出てても重くなっちゃうから。こんな奇妙な生き物が本当に存在しているの？なんともびっくりなこの角ゼミ。知れば知るほど奥が深い。あなたも角ゼミ沼にはまってしまうかも。ここがすごい。あくまでもこう図鑑的な距離を置いた感じの設定にはしてるんですけど、その中でその昆虫の中の小さな世界だったりとかストーリーみたいなのがあって、例えば刺身は昆虫の
靴屋さんになりたいだったりとか、これから予定しているバラトゲツノゼミのトゲマルというキャラクターは、母親が西洋アンティークのコレクターで時々持ち出して叱られるとか、そういう設定があるんですね。はい、設定があって、で刺身とトゲマルは幼なじみで、ちくわ公園で一緒に遊んでたりとか、なので採集地がちくわ公園とか、刺身はガリツマが丘で採集したとかっていう、そういう小さなストーリーの中にただ図鑑的なものの違和感を感じてもらえるような楽しみ方ができたらなと思ってます。ちょっとした違和感っていうのがこう、テーマにもなってるんですね。そうですね。なるほどなるほど。ガリツマが丘とちくわ公園っていうのは実際にはなく、その設定もそれも一つ設定のいいことですね。それは嘘です。トゲマルくんに関してはバラトゲツノゼミ、バラトゲツノゼミでバラのトゲを模した形のツノゼミです。でも設定的には子供みたいな感じなんですかね。もう親ではないぐらいの思春期ぐらい思春期ぐらい中高生みたいな。ガリツマが丘の茂みの中にカサカサカサ、そこにはとっても不思議な出会いが待っている。自然な風景との相性も抜群。もしもこんな昆虫たちの世界があったら、さあ刺身を採集してみんなで飼育しよう。ここがすごい。その粘土でこういうキャラクターを作りたいみたいなところは私がやっていて、ソフビ化する上では原型師さんにいろいろ相談して、やっぱりプロの視点でその私の癖だったりとか個性みたいなものを反映させてくれながらソフビ化できるようにデフォルメしてくれたりするので、最初は2人で話し合ったりとかしてクリアとかその色の質感だったりとかもあるので。私がちょっとエアブラシを勉強して少し塗れるようになってきたので、それで指定をするようにして、でりょうさんの方は、工場さんにお願いして、花のシックはチームみたいな形で出来上がってます。喧嘩とかもされたりする。もうすごいうちの生産管理厳しいんです。第2弾の色もすっごい。でも色は工場を作る色が結構受け入れられてるって思ってるので、基本的にはそれをその方向で思ってます。なるほどなるほどなるほど。夏のテーマでクリームソーダあったように、次は何があるよねっていう時に先に提案したもの勝ちみたいのもあるので、こんな色使いでこんなテーマでどうって言ったり、それに対していやこんなの作ってみたよって言ってもう先に作ってきちゃうことがあるので、それがいいなっていうことはよくあります。なるほどなるほど。さっきもちょっと違和感っていう言葉を使わせてもらったんですけど、色についてもちょっとこちらの作品とかも言えるんですけど、なんか安定感のある組み合わせからほんの少しだけちょっとずらしたような、なんか心地よい程度の違和感が感じられるような組み合わせっていうのを意識してて、普通に見てもスルーしちゃうような、ただちょっと自分の中ではこういう組み合わせっていうのを感じるように意識をしています。心地よい違和感。心地よい違和感ですね。その水玉が結構多いじゃないですか。そうですね。水玉はみんなのものなので大好きです。花虫ックさんのアイコン的な柄になりつつある感じなんですけど、水玉はもう。本当ですか。でも本当そういうイメージですよね。イメージはそうですね。あと作る以外で家とかも水玉が多いとか。家は水玉にはなってない。ちょっと落ち着かなさフェルト作られてるのはダナさん。で染められてもいるんですよね。そうですね。ここら辺も売ってるものだと綺麗な色がないので、基本的には染めて自分で染めて自分で作って。さまざまな遊び方ができるような丈夫な形状、気持ちのいいサイズ感、持つ人に寄り添うソフビを目指したという刺身。その中にも花虫ックらしさである心地よい違和感というスパイスで生み出されるカラフルなソフビは絶妙なバランスのアートだった。ここがすごい。第2弾、第3弾までは今、金型を制作中で、トゲマルくん、と、あと三日月ツノゼミの
名前最後まで迷ってたんですけど、ムームー。ムームー。はい。ああ、かわいい。この先いろいろともう少し角ゼミをソフビ化していきたいのと、あと小さいサイズで幼虫とかも作っていきたいなとは思っています。幼虫もなかなかいい形してます。へえ。角ゼミだけでまだ何十分残ってる。一生全部やられる予定なんです。角ゼミは3200種類が終わらないです。よそこぶつのゼミがちょっとできたら終わりかもしれないです。そうですよね。すごい形の。そうです。そうですよね。ラスボス。ラスボスですね。キャラクターがどんどん増えて広がる花ムシックワールドの今後にも大注目。最後にですね、聞かせていただきたいんですけども、花ムシックさんにとってソフビとはっていうところで教えていただきたいと思います。もともと表現方法の一つとしてソフビを始めたんですけれども、今こうしてご紹介いただいたりですとか、なんかソフビにしたことによって知ってもらえるきっかけになったりもしたので、なんかメディアみたいだなって思いました。なるほどなるほど。ダダさんはどうですか？特にクリアの塗装っていうんですかね、素体っていうんですか、それが楽しくて、ソフビの透明感の綺麗な色っていうのが結構取れてて、なるほど、確かにそこら辺で表現できたらとってもいいかなと思ってます。ああ、なるほど、ありがとうございます。こちらですね、トイズキング限定でコラボカラーを作っていただきましたので、こちらのコラボの刺身ちゃんでこだわった部分など教えていただければと思います。今までやっていないんですけど、水玉の部分に3色使ってまして、初の試みと、あと中に入ってますね。ガラ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 の鈴が入ってまして、音が鳴るんですけど、このフェルトのカラーもこの本体に合わせて音が染色をして、いい音が鳴るような薄めの、なんていうんですかね、フェルトの柔らかさが出てますよね。本当に優しいガラガラの音がするんです。はいはいはい。ぬいぐるみ用の鈴にフェルトを巻いて、普通だと音が鳴らなくなっちゃうんですけど、ちょっとその厚みとかもいろいろ研究して、このサイズになりました。赤ちゃんとかのそうです。あやす時とかにも、確かに確かに。ただソフビなので大人のガラ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 。結構今回微妙な感じのデリケートなクリアで頼んで、結構職人さんに無理言って出してもらえるんです。なんか薄すぎるとちょっと曇りがちになったりとか白っぽくなっちゃったりしてなるので、そこのちょうどいい。そうです。こちらの刺身ちゃんなんですけども、 TBS より発売させていただきたいと思いますので、発売日などはまた TBS の Twitter の方から随時ご案内させていただきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。花ムシックさんのともこさんとダダさんにご出演いただきました。今回は本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今後もですね、ソフビの魅力ですとか作家さん独特の世界観を、どんどん発信していきたいと思いますので、次回の TBS TV もぜひよろしくお願いします。ソフビ買うなら TBS。